めて、本当にボンブの側に何もできることはないと。不思議な世界でしょ。でもなんかね、ラガマフィン念仏者東の玉 with 山師山の大事な話でそれでね、当時そのね、僕の先生はブラジルのお寺に、所属されてて、コロナがね始まったじゃないですか、ちょうどその頃ね。でそれでお寺でいろんなその活動がありますよね。いろんな人が集まってやるような活動ってあるじゃないですか。でそういうのがもう、全くやっぱできなくなったらしいんですよね、人とね接触を避けないといけないってことで、あらゆるイベント禁止になったじゃないですか。人が集まるできなくなって、ちょっとねその時間ができたということもあってあられて、そのオンラインでね、その浄土真宗のご信心のお話を、するその参加をやってみようと思われたらしいんですよね。で僕がその先生に僕もその信心を求めてたからね、当時いろいろそう調べる中で、ご縁があって先生にメールしたんですよね。久保幸雲先生という先生ですけど、このサンガの情報とかもリンクに貼っておきますので、興味ある方ぜひ見てみてください。で連絡を取って、そういうねお話してたら、ちょうどそういうねコロナのあれで、そういう活動ができなくなったから、オンラインのそういうサンガを始めようと思ってるので、よろしかったらぜひ参加されませんかってお誘いをいただいたんですよ。そっからですよね、私はサンガに、所属して、でそれからね、先生とお話をさせていただいたり、まだその始まった時は発足当初はやっぱりね、そのオンラインの大和会も多くて10名ぐらい、少ない時は6人とかでやってたんですけど、で今はもうこの阿弥陀さんが60名以上の方が所属されてますし、でそこで私も仏法ね、ご信心の話を本格的に聞かせていただいて、でその年の11月ぐらいにいわゆるそのなんていうのかな、その心境の変化と言ってるんですけど、我々の参加ではね、気づきというか大きな体験があったんですよね。このサンガではね、そういう心境の変化のことを耳をいただくって言われるんですよね。先生がね、耳をいただくというのは、要するに今まではその仏法を聞いてもなんかこう、いやこういうところはちょっと根拠が本当に乏しいだろうとかね、何かこう聞けてないっていうことなんですよね。要するにその仏知を説いているその法をなんかやっぱり人間の論理で理屈でああだこうだこねくり回して、要するにそれをそのまま聞けてない状態でねあったと。でもその心境の変化というのは何か大きな転換があったということではなく、ある意味そこで仏法を聞かせていただく耳を初めていただいたから、そっから本当に聞き始めないといけないということを言われててね、先生は。で先生は少なくともその心境の変化があった後、3年はね聞き続けてくださいと。で聞き続けてご自身のその心境をちゃんと見ていって、で私にもそれをシェアして、サンガの中でもシェアして、そういう風にしていってくださいねっていうので、確かに3年は聞かないとなっていうので、もちろん聞いてきて、で今はもう4年近く経ってるんですよね。最初に言ってたようにもう本当にいろんな変化が僕もその間にあって、その間にアメリカに引っ越してきたり、自分自身の日常生活がすごくねこうエキサイトメントに溢れてたりするじゃないですか。だから本当にこのサンガがねあって、しかもこのオンラインで参加できるから、僕アメリカに来ても参加できるっていうので、本当にふらふらと仏法も聞かなくなってた可能性もあるわね、このサンガがなかったら。
あったよ。心境の変化はあって、まあ、仏法を聞く耳は確かにいただいたけど、それでもやっぱりね、もうどうしようもない我々はボンブですから、目の前にそれより魅力的なものがあったら、もうそっちにまっしぐらですよ。はっきり言って。ね。だからそういうふうに、まあ、自分自身を、まあ、なんていうか、まあ仏法に引き止めておいてくれた、存在だからね。本当にやっぱりこう、僕は大事なものだと思ってますよ、本当に。サンガの中でやっぱりいろんな人とお話ししていくと、本当に、まあ、本当にやっぱりね、こう、いろんな、やっぱり深まっていくと思うんですよ。まあ、ね、深まるって、まあ、いろんな意味合いあるかもしれないですけど、自分自身が受け取らせてもらったもののその味わいであったりね、まあもちろん我々はその浄土真宗ですから、まあ親鸞上人ですよね。親鸞上人がまあ説かれたまあ書物とかね、そういうのをまあ総称してお正行って言うんですけど、お正行に照らし合わせて自分の今のまあ心境はどうかとかね、そういうのをやっぱり話し合うので、これっていうのはね、やっぱり例えば自分がね親鸞上人の本を読んで、で図書館に行ってその意味を調べて、でいろんなわからないところはネットで調べたりしてね、それで深めていくっていうプロセスとはやっぱりちょっと違うと思うんですよね。自分自身もこのいただいたものをなんていうのかな、人にやっぱり伝えたいっていう気持ちがすごく出てくるし、だから山下さんにこうね、最初はポッドキャストで仏法の話をねラジオでやったりとかして、まあ、山下さんに聞いてもらいたいっていうのももちろんあるし、ね、そういう縁を通していろんな人に仏法に触れてもらいたい。とにかくね、やっぱり機会がね、ない、ご縁がやっぱりないから、自分自身がこう発信することで、誰かにとってのご縁に、一つのご縁にやっぱりなれればなっていうような気持ちがやっぱり強くなってきましたよね。なるほどね。そうするとだから YouTube、YouTube ね、今やってる。YouTube もそう始めようというのももうそういう思いからですよね。そのサンガに入ったことによって自分も発信したくなっていく感じ。そうですサンガの中だけね。ではなくて感じ。それはね、非常に強くね、思うようになりましたね。で、その耳をいただくっていう表現が今出たんだけど、それっていうのはその仏教に対する、その仏教の教えに対する、そのなんていうのかな、疑いがなくなった状態っていうこと。そうですね。そこがね、まあ難しいとこなんですけど、その一つその仏教に対する疑いというか、そのじゃあ仏教で説かれてるまあね、いろんなことあるじゃないですか。因果ね、輪廻みたいなこともね、仏教の世界観の中にはまあ盛り込まれてるじゃないですか。でそういうことに対して、いやそれは科学的に言ったらちょっとおかしいんじゃないかとかいう、そういうまあ疑いっていうのはまあ一つあるじゃないですか。はい、わかりやすくね。だからそういう疑いというのは耳をいただいたら割とこうセトルダウンしてくると思うんですよね。なるほど。仏教で説かれていることはやっぱり真理であり、これは人知を超えた大きな仏知を聞かせていただいてるんだとね、そういうまあ方向を歩み始めたということかもしれないよね、その人が。でその疑いというのがまあ厄介なのはもう一つ、その浄土真宗で言われる疑いというのが、その阿弥陀仏の本願ですわね。この何万打部にその法蔵菩薩がね、その調斎用語のご修行をね積んで、その功徳、その積まれた功徳を何万打部の名号に全部詰め込んでね、凡夫が受け取ることによって、その凡夫がその受け取った何万打部の名号を因として仏という仏果を得られる。自分が死んだら仏にならせていただくと
いうそのまあ一連のまあ仏願のまあ正気本末ってまあ言われるんですけど、まあ阿弥陀如来の阿弥陀様のまあ本願力と言ってもいいですよね。でその本願を疑うまあ心っていうのがまあまた別にあるんですよ。いやそんなことあるかとね。こんなね言葉文字で自分が仏になるなんてね、そんなんでそれはどういう仕組みでそういうことが言えるんですかとかね。まあまあそこもまたあるじゃないですか、その疑いが。でその疑いが晴れるという世界がまあその他力信心の世界なんですよね。うんうんうん。だからその耳をいただく、その僕がね4年ぐらい前に耳をいただいた心境の変化というのは、僕はねある意味でその時の変化からまあ今も変わらないですよね。そういう疑いというのは、例えばさ、目の前に A、B、C って箱が3つあるとするじゃん。はい。で、A、B、C のどれかに、まあ、大きなボールが1個入ってると。で、他の2つは、空だと。ね。で、じゃあ、パッてじゃあ上から見て、で、B の中に、B の箱の中にボールが入ってたっていうのを見たとするじゃん。で、また戻って、その横から見て、A のどこに、ボールが入ってますかって言われたら、もう絶対 B に入ってるってもう分かるじゃん。分かるっていうかさ、知ってるじゃん、だからそういう感じってこと。なんていうか疑いようがないっていうのは、いろんなね、そのいろんな人からじゃあいや多分球は B にあるぞと、入ってるぞと。だってなぜならこういう理由で絶対 B の可能性が高いと。いや違う C に入ってる、絶対 C に入ってる、なぜならこういう理由が考えられるからとか、いろんな人の話を聞いて、で総称して多分 B に入ってる可能性が高いだろうなっていうんじゃなくて、もう自分自身が中に入ってるの見てるから、もう B って間違いないやろって分かってるみたいな感じだよね。だからそういう感じで自分がこの何万ダブの名号によって仏にならせていただくっていうことが、それぐらいはっきりしちゃってるのよ。別に自分で思うとか、そう思うとか、そう感じるとか、そう受け止めるとかいうものをもう超えてね。だからそういう感覚なんですよね。なるほど。だからそこまでのね、当然感覚は私にはないんだけれども、けどなんか言いたいことはちょっとあった。そう。だからそれもそう思えるようになったのもサンガの影響、そうですね、そうですね、それはもう本当にありますね。サンガの重要性とか、その存在とか、それによってどういうことが起きるのかっていうのがまあなるほどって思う部分も多かったし、はい、今のそのね、互いの負担が取れるっていうところの話だよね。それもまあサンガの影響っていうことになると、やっぱりサンガはね、さらに重要なんだっていう風な感覚にはなりました。ということはやっぱり必要なんだね、サンガというものがね、仕組みとしてね。そうなんですよ。はい。そうですね。サンガが必要だと僕も思いますけど、非常にやっぱりね、どうなんだろう、今の日本でこういうサンガってどれぐらいあるのかなって思いますね。浄土真宗のね、浄土真宗のサンガ、まあお寺でね、その御法話っていうのはあるよ。それでまあよくて、その後質疑応答ね、なんか質問ありますかみたいな、それで答える、お坊さんが答えるみたいなね。多分まあそれぐらいがまあ一般的なんじゃないかなと思うよね。お坊さんが全知識としてその信心の話だよね。本当に信心、他力信心の世界があるというね、その何万ダブで自分が仏にならせてもらう世界があるんだという、その本当の浄土真宗の革新的な話、革新をついた話をまあして、でその話を聞くためにこう集いで、毎回いや考えてたんですけど、最近こんな風に自分は今感じてますとか、あそうですか、何々さんはそう感じてるんですか、
私はそういう時こういう風に感じたんですとかね、いうようなことを、でそしてちゃんと全知識がいて、それを全体をこう見ながらね、ちゃんとその仏法正しい教えに導いていくというような、そういうね、すごい濃厚な集まり、集い、セッションっていうのは、少なくとも僕は阿弥陀さんがしか知らない、僕が所属しているこの久保幸雲先生のこのサンガがやっぱり一番そのやってることとしてはすごく濃密だよね。浄土真宗をこうどういうふうにしてこう伝承されていったか、そしてこう継承されていって、でやっぱりそのサンガを通して次のね世代とかにもこう継承されていかないといけないと思うのでね。この信心ということにこだわって、かなりディープなことをやってるサンガというのは僕は知らないね、少なくとも。いや、ありがとうございます。すごく納得がきましたね。いや嬉しいです。山下さんにねそうやってサンガのことにねちょっとこう興味を持っていただいてさ、そういうことを考えてたというのもある意味さ、その仏法のね、その他力のね働きによって山下さんの心にそういうものがパーッとこうね出てきたわけだしね、自然にそうか、そういうね大きな力の中に自分も生きさせてもらってるんかみたいに割とフラットにこう受け止めていくのがいいと思うよね。なんか合理的に理屈をつけて納得するようなもんじゃないから、仏法聴聞というのはね、その自分が合理的だと思ってる自己のその合理性とか、もっと言うならその自己というその判断基準そのものがどうなんですかっていうのを問われるプロセスだし、でだからといって別に何かそんな難解なことを説かれてるわけではなく、やっぱりその阿弥陀様のね本願というのはその一切衆生を救いたいという、そういう大きな願いから来てるわけですから、その願いを我々は聞かせてもらうわけですからね。願いは別にその願いが正当でちゃんとこういい願いだから納得できる、だから俺は聞くんだというような話じゃないじゃん。その願いに触れて心がやっぱり感じるわけでしょ。そうだからそういうものだと思うからね、仏法聴聞というのはね。だからそういう場としても、そういう感じたことを共有し合う場としても、やっぱりこのサンガの役割というのはね非常に重要だと思いますよ。いや、ありがとうございました。すごく、いい回になったと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、今日はこういう感じで終わりましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。東野玉でした。山下でした。はい、ありがとうございます。何万でも言わなくていい。何万だー、何万だー、何万だー。忘れてた。これがボンブですよ。ね。